こんばんは、情報セキュリティスペシャリストのロードブロックと申します。中国では、インターネットの検閲があり、Google や SNS などのサービスが規制されています。中国のファイアウォールは、金立と言いますが、万里の長城、グレートウォールとファイアウォールをかけて、グレートファイアウォールとも揶揄されています。中国現地で SIM、Wi-Fi を調達したり、空港やホテルの Wi-Fi に接続すると、金立の検閲を受けることになります。実際に Google に接続しようと試みた場合、どうなるのか、お見せしたいと思います。特に警告画面が現れるわけではなく、ローディングアイコンが回転したまま、ずっと応答待ちです。アクセス要求は無視、ドロップされて、そんなサーバは存在していないとばかりに、タイムアウトになりました。検索機能だけでなく、Gmail や Google マップも使えません。日本の Yahoo は、トップページやニュース記事はアクセスできましたが、検索機能は使えませんでした。検閲に従っているマイクロソフトビーイングにはアクセスが可能で検索機能も使えます。その他にも YouTube、Facebook、Twitter などもアクセスが規制されています。中国は IT 大国なので空港や駅やホテルなどには無料 Wi-Fi の電波が飛んでいることが多いです。しかし、この制限の多いインターネットでも接続しようとするには一般的に中国で SNS を受信できる電話番号での認証またはパスポートを提示してアカウントを発行してもらう必要があります。やや高めのホテルに泊まりましたのでチェックインの際に黙っていても Wi-Fi のユーザーパスワードの印刷された紙をもらいました。 Wi-Fi につなごうとすると警察官が現れてドキッとしますね。一昨年、上海に行った時もそうでしたが、Wi-Fi 接続の本人確認として、中国で SNS を受信できる電話番号での認証、またはパスポートを提示してアカウントを発行してもらうパターンが多かったです。別の動画で MyTSIM というサービスを紹介しますが、これはオランダ KPN 社のローミングサービスなので、中国からも SNS が使えることを確認しました。詳細は概要欄からご視聴ください。日本から Wi-Fi ルーターを借りていく場合も、中国現地のインターネットにつながるだけのサービスでは、やはり金立の検閲を受けます。SNS を使いたい場合には、VPN やプレミアムなオプションサービスが必要な場合がありますので、ご注意ください。中国国外のローミングサービスであれば、SNS も使えると思います。以上、中国のインターネット事情でした。金立のある中国への旅行で少しでも快適に情報収集できるようにお役立ていただければ幸いです。この情報が役に立ったと思っていただけましたら、応援のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。